はい、こんにちは。革靴の健です。本日はですね、ナンバー2のモダンクラシックな靴の釣り込みじゃなくてスクイーンをやっていきたいと思います。前回釣り込みをして木型に沿いました。ナンバー1とは違って結構シャープめな木型に釣り込んだので、このデザインとも相まってすごい大人な感じが漂ってますね。で、今回はウェルトですね。スクイーンをしてこのウェルトをくっつけていきます。今からスクリーンにするためにこのテープを貼り付けてますね。で、ここにつけていくウェルトですね。これとで、糸はこれですね。麻糸じゃなくてナイロン糸です。麻糸よりもかなり丈夫で切れないんですが、ちょっと細いので2本使いで縫っていきます。じゃあまずはこのウェルトを黒く染めちゃいます。よし、じゃあ早速縫っていきます。まずは釘を抜いて、中底にはもともと下穴開けてあるので、こんな感じでアッパーまで貫通してウェルト貫通しますね。ここに糸を入れていきます。ここで目いっぱい引くんですが、これがね、麻糸だと切れちゃう時があるんですよね。ただナイロン糸はほとんどもう人力で切れないレベルなんで、ナイロン糸を使ってます。なんていうかね、麻糸の方が縫ってる感触は僕は好きなんですけどね、やっぱりウェルトはしっかり止まってる必要があるので、このナイロン糸でやってます。ちなみにこのナイロン糸にも松ヤニとロウは塗ってありますね。やっぱりすくい縫いは楽しいですね。すくい縫いってもちろんウェルトを縫い付ける意味合いはあるんですけど、それだけじゃなくてこのアッパーの釣り込みをよりしっかりするっていうね、機能も多分あるんですよ。ぐーっと締めた時にアッパーの皮がこの中底側にぐっと引き寄せられて、釣り込みが最後わずかに締まるんですよね。なのでこのウェルトをぐっと締めて中底側に引っ張ってるのと同時にアッパーも引っ張ってるんですよ。そのね、この皮の締まっていく感じがすごくね、いい靴を作ってる感じが感じられるんですよね。もちろん手はね、もう思いっきり引っ張るんで結構痛くなるんですけどね。このウェルトがしっかりつくと、この後の作業、出し縫いとか小刃磨きとかももちろんそうなんですけど、この履いてる間にも結構この靴のしっかり感、がっしり感が
感じられるんですよね。最後ベルトの端っこは斜めに落としておきます。これで最後ですね。じゃあ中底を留めてた釘ですね。これを抜いておきます。そしてこのベルトからはみ出してる余ってる皮カットします。そしたらここ今つけたベルトに全体に水をつけまして、この中底とベルトのところに段差があるのでハンマーで叩いて段差を潰して皮を締めます。だからこのウェルトビーターで叩いてウェルトを締めておきます。今叩いたウェルトこんな感じですね。叩いてないとこんな感じです。ちょっとふにゃっとしてる感じ。あと厚みもこっちの方がありますね。叩くと皮が締まって綺麗なベルトになります。はい、ということですくい縫いが終わりました。そしてナンバーワンのすくい縫いも終わりましたね。こちらがナンバーワン、こっちがナンバーツーです。まずこっちがナンバー2ですね。こんな感じですくい縫いができています。釣り込んだ後ってこの実際よりも厚ぼったく見えるんですよね。なんですがこのすくい縫いでしっかりこう靴の形が決まるとこんな感じでかなり流線形が見えてきましたね。このナンバー2の木型はナンバーワンよりもロングノーズにしてシャープな感じにしてあるのでウェルトがついてより流線形な感じが見えますね。これがナンバー2です。でこちらナンバー1も作業を進めておきました。こっちはアッパーがネイビーなのでそれに合わせてウェルトネイビーに染めました。今、結構青っぽいんですけどこれ仕上げの時にもうちょっと濃くしていきたいと思ってます。それもこんな感じでこっちの靴はつま先そこまで長くなく少しぽってりとしてるんですけどそれでも結構ねシャープな印象はあるかなとは思いますね。はい、こうやって靴の形になってくるとワクワクするんですよね。早くソールつけて出し縫いしてっていうねどんどん先が楽しくなってきます。ということでナンバーワンナンバーツーのスクリーニングまで終わりました。2足とも順調に靴になってきてますね。次回はね中物やりたいと思います。中物はすごい重要なんですけど、この靴動画の中でも結構重要かなと思ってまして、それはなんでかっていうと靴になると全く見えなくなるからですね。
今のすくい縫いとかはね、このウェルトとかは後から表面上に見えてるんですけど、このコルク入れたりシャンク入れたりっていうのはもうソール貼っちゃうと完全に見えないんですよね。なのでその辺も動画に撮っていきたいと思います。そろそろね、靴作り以外の靴修理とか、靴磨き、なんか靴の話もね、動画にしていきたいと思ってます。今後もやっていきますので、チャンネル登録ぜひお願いします。ということで本日の革靴の件でした。ではまた。